本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。そしてインターネット配信をご覧の皆様、お待たせいたしました。ただいまよりレッスルキングダム17 in 東京ドーム第1弾対戦カード発表記者会見を始めさせていただきます。本日の司会を担当いたしますテレビ朝日アナウンサー草薙和樹とテレビ朝日アナウンサー三谷紬です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は昨日の両国国技館大会で行われました試合の結果を受け決定した東京ドーム大会の第1弾対戦カードを発表させていただきます。プレスの皆様はぜひ幅広く掲載よろしくお願いいたします。なお本日は質疑応答並びに個別の囲み取材はございませんのであらかじめご了承ください。ここで今回の大会の概要をご説明いたします。まず大会タイトルはレッスルキングダム17 in 東京ドーム。日時は2023年1月4日水曜日。試合開始は17時午後5時を予定しております。会場は東京ドーム。主催は新日本プロレスリング株式会社。チケットは現在プレイガイドにて発売中です。皆様のお取り扱いのほどよろしくお願いいたします。それではまず新日本プロレスリング株式会社菅林直樹より発表がございます。報道関係の皆様、またインターネット配信をご視聴のファンの皆様、こんにちは。昨日の両国国技館大会の結果を受けまして、2023年1月4日、レッスルキングダム17 in 東京ドームの第1弾対戦カードを発表させていただきます。まず昨日発表させていただきましたが、本大会につきましては、アントニオ猪木さん追悼大会として、レッスルキングダム17 in 東京ドーム闘魂よ永遠にの大会タイトルのもと開催いたします。主催につきましては決定次第ご報告させていただきます。続きまして第1弾となります対戦カードを発表いたします。 IWGP 世界ヘビー級選手権試合チャンピオン J ホワイト対チャレンジャー G1 クライマックス32優勝岡田和親。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合 4way マッチチャンピオン石森泰治対チャレンジャーマスター・ワト高橋宏夢エル・デスペラード。以上2試合が決定いたしました。新たな年の幕開けとなる熱い戦いにどうぞご期待ください。ありがとうございました。菅林会長ありがとうございました。また本日次期シリーズバトルオータムで開催されますニュージャパンワールド認定 TBO 座のトーナメント出場選手と対戦カードが発表されておりますので、お手元の資料並びに公式ホームページをご参照くださいませ。それではここで先ほど発表のありました選手に登壇いただきます。まずは IWGP ジュニアヘビー級選手権試合 4way マッチからチャレンジャーマスター・ワト選手の登場です。
続きましてチャレンジャー高橋宏夢選手の登場です。続きましてチャレンジャーエル・デスペラード選手の登場です。そして第92代 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオン石森泰治選手の登場です。それではまずマスター・ワト選手よりコメントを頂戴いたします。ワト選手、よろしくお願いいたします。マスター・ワトです。昨夜、両国国技館で、石森さんからスリーカウントを取ったので、シングルマッチ1対1で IWGP ジュニアヘビー級選手権をしたかったのが本音です。ですが、東京ドームで 4A マッチが決まりました。最後にこの自分の腰に IWGP ジュニアヘビー級王座を巻いているのは俺だ、こう宣言させていただきます。ワト選手、ありがとうございました。続きまして高橋宏夢選手、コメントお願いします。昨日リング上で何も挑戦表明ができていないのに 4A に入り込めた令和のミスターラッキーちゃん、高橋宏夢です。 4A
懐かしいですね。IWGP ジュニア戦の 4A は2018年の1月4日の東京ドーム、ウィル・オスプレイ、マーティ・スカル、櫛田、お大事にして高橋宏夢、この4人でしたね。それから5年後の2023年の1月4日、また 4A として今この場に座れてること、これはすごく嬉しいな、そしてラッキーだなと思っております。改めて欲の深い男だな高橋宏夢よ、高橋宏夢、自分でそう言ってあげたいと思っております。で、昨日リング上で何も言えなかったんで、リング上に行った理由も含めてお話ししたいと思います。まずはこの1年半以上俺の腰に負けていないその IWGP ジュニアヘビー級のベルトがどうしても欲しい。次に誰にも何も言わずメキシコからわざわざ日本に来てまであれだけすごい行動を起こしたティタンに触発されました。そして櫛田選手が欠場になってからの行動力、この最強の男石森選手を倒した事実、マスター・ワトに興味が湧きました。以上の理由です。改めて俺の挑戦に何か文句はございますか？この時代のプロレスを見せた上で勝ってチャンピオンになりたいと思います。以上です。すいません、ごめんなさい、ちょっといいですか、もうちょっといいですか。お三方ですかね、SNS で宮古島ですか、宮古島に行きたいみたいなお話をちらっと拝見しました。それで僕はちょっと何もできなかったので、何ですかね、プランといいますか、それをちょっと作ってみたのでお渡ししたいなと思います。いただきました。少しでも楽しんでいただけたらいいなと思いまして、寝ないで作ってみました。ありがとうございます。以上です。ヒロム選手、ありがとうございました。続きましてエル・デスペラード選手、コメントをお願いいたします。こういうことなの。はい、ですね、タイトルマッチは決まっていたとは思うんだけど、それでもやっぱり査定という形をとって、長いシリーズを一人で引っ張ってきて、結局その査定を終えることもなく、病気はしょうがない、これはチャンピオンも言ってたな、もう誰のせいでもない、こればっかしは。でもそのモチベーションがぶち折れたところで、それでも手を挙げてスペシャルシングルマッチにこぎつけて、でスペシャルシングルだから別に俺今更チャンピオンとシングルやって、タイトルマッチでもねえのにシングルマッチ1回やって、それでもう1回次順を追ってタイトルマッチをやるくらいだったら別に査定とかスペシャルシングルとかいらねえからと思って、いやまさか勝つと思わなかったしなあ、リングに上がってったらヒロムが先にマイク取っちゃったから、これダメだ、こいつに喋らせたらまた10分も20分喋って俺が喋るタイミングがなくなると思ったから後ろから目つつかせてもらったけど、まさかここでよ、何も喋ってないのに 4A とか言って一人入ってくると思ったら、チャンピオン上にいるからって数に数えちゃダメですよ、こんなやつ。
まあ俺が3人って言っちゃったのは間違ったかもしれないけどね、そこは。でも実際ヒロムが、ワトの覚醒まであと2年とかっていうのをちょっと前に言ってて、で実際俺がタイトルマッチやった後にこいつはそんなに時間かからんかもしれんぞと言ってはいたが、まさかここまで早い段階で石森から1本取るとは思ってなかったので正直驚いています。それが素直な感想。あとは4A、 まあしょうがない、やるとしてもだ。1個提案として、新日本プロレスで、3way、4way があるときに、結構これが頭を使うところで、それが面白いところでもあるんだが、3人いようが4人いようが、試合権利はリング上の2人にしか存在しない、その2人の中でしか決着がつかないというルールがなかなか俺には消化不良なところを残しているもんじゃないかと思ってる部分があり、俺自身もそのルールだとちょっと窮屈だなと。頭使うのは楽しいんだが、それ以外のもっとこう縛りの少ないルールでやりたい。 4A はいいとして、全員が試合権利ある状態でエニアフォールというのはあんまり好きではないので、リング上での決着は必要として、タッチがいらない 4A でやりたいというのが俺の要望です。まあそれをここに言ったってしょうがないのかもしれないけどね。あと俺が行きたい宮古島はね、別にブルータートルに行きたいだけであって、こんな感じでワトがついてくるんだったら俺いらないからね。でも聞いた話、はい、ブルータートすごくいいとこらしいので知らねえよ。俺も行きたいですよ。お前だけ言ったらダメだ。ブルータートルは俺が行く場所だから。撮影係だったらついてきてもいい。いやー、それは。いやちょっと待って、こんな盛り上がると思ってなかったから、ちょっと恥ずかしいんでやめてもらっていいですか。お前の力作だろこれ。お前が頑張って作ったんだろ。おい、まあ寝ないで頑張ったのは事実だけど、もう俺は配った時点で満足だから、そんなに話を広げてほしくなかった。まあありがとう。頑張った。恥ずかしいんだったらもういつまでもこれ持ってるから。本当頑張った俺、マジで寝ないで頑張った。マジか、寝ないで頑張って、このなんか半透明なワトだ。最高だぜ。恥ずかしいのは、一番恥ずかしいのは俺だと思うまあお前だろうな、はい、この後喋る石森さん頑張ってください。デスペラード選手ありがとうございました。続きまして石森泰治選手、コメントをお願いいたします。まあいろんな思いがあると思うけど、この方へ、まあ以前からリマッチを望んでた宮古島のデスペ、それと昨日俺から勝ったワト。ヒロムはなぜか名乗り上げなかったけど、さっき理由を聞いたからよしてほしいよ。まあ見ての通り、このメンバー十分チャレンジャーとして資格あるだろなあ。だったらよ、まあ俺がこんなこと言うのはなんか俺らしくねえんだけど、プロレスの簡単、ドームでこのメンバーでド派手に IWGP ジュニアっていうのを見せて、見ているやつがなんか感じ取ってもらえたらいい。ただハッピーエンドにはならねえから。なぜなら最後は俺が3人まとめてぶっ壊す。石森選手ありがとうございました。それでは写真撮影に移ります。選手の皆様はテーブルの前にご移動ください。一個俺聞きたかったんだけどね、はい、デスペラード選手の 4way のそのルールなんてそんな細かく決まってたっけ。そのなんかタッチがどうのこうのっていうのはどういうこと。俺たちが
タッグでスリーウェイとか散々やってきたんだけど、うんそれ毎回絶対リーグ必要だったんだよ。でもこのシングルだから関係ないでしょそれは。タッグだから必要だけどシングルだと必要ないってこと？そうじゃない？だって俺2018年かなやった時は別に関係なかったよ、もう目まぐるしいよわけわかんない状態の中戦ったよ。あだから関係ないよ、マジで？うん、だから別におーそんななんかタッチがどうのこうのだとか、うんなんか2人の中じゃないと成立しないとかそんな多分ないよ。マジか。もう俺はねそう2018年やった時の話だけどね、俺はだからそれ知らないから今の話聞いて何の話だって正直思っちゃったんです。マジか。でもだから俺が経験した以上はそんなルールないからデスペラードのその思う存分楽しめる空間になると思うよ。おお、そいつはよかった。以上。じゃあついでにもう一個だけ聞きたかったのが、まあこれ大阪であるんだろ？この4人のタッグマッチっててかさ、俺それ聞いてなかったんだよ。何それ？てかそれどうやって決めるの？知らない。俺だってさっき来たんだよ。どうやってじゃあ誰と誰がタッグとかって決めるの？それは知らんよ。知ってます？知りません。知らない。俺はやりたくないな。当たり前だろ。一緒。なんで組まなきゃいけないんですか？俺はヒロムともし同じコーナーに立つんだったら相手はい葛西潤と武田正史じゃないと俺はちゃんとやらんぞ。どうなの？いや俺も誰とも組みたくないですよ。なんかお前に言われるとすっげえムカつくな。なんだろでも俺は別にマスターワットだったら組んでもいいかな。う。じゃあお前らだけでやってろよ。でも俺やんないからさ。絶対やんないからさ。それだったら俺もいいよ。じゃあ自分もいいです。じゃあ俺もいい。写真じゃあ俺もいいですってなんだ。お前がヒロムとだったら組んでもいいってヒロムが言ってんだろうがお前。いや俺もだからそれはやっぱやめるわ。撤回。いいの？じゃあ俺もいいわ。写真チャンピオンいなくてこの3人のことでしょうがねえだろ。知らんよ。どうするか。まさかお前も帰る気じゃねえだろうな。この後写真撮影おう俺やってから帰るよ。おう一緒にやろうよ。いやおういいよ。じゃあ先行けよ。以上で IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の会見を終了します。選手の皆様、もういなくなっちゃいましたがありがとうございました。続きまして IWGP 世界ヘビー級選手権試合の会見を行います。まずはチャレンジャー G1 クライマックス32優勝岡田和親選手の登場です。
続きまして第5代チャンピオン J. ホワイト選手の登場です。それではまずチャレンジャー岡田和親選手よりコメントを頂戴いたします。岡田選手、よろしくお願いいたします。はい、挑戦は決まっていたんですけれども、昨日対戦相手が決まりまして、改めてドームに向けて気合は入ってます。次のシリーズは、出ずにですね、ニューヨーク大会に参戦が決まってますんで、そちらで前哨戦も組まれるかなと思いますんで、日本はちょっと盛り上げられないかもしれないですけども、ニューヨークをしっかりと盛り上げて新日本プロレスというのを見せていきたいなと思います。そして、昨日もリング上で言ったように一つの時代が終わったと思います。そしてこれからの時代が誰の時代になるのかを決める戦いがこの来年の 1.4 レッスルキングダム17のこのタイトルマッチにかかっていると思いますので、しっかりと勝っていきたいなと思います。そして、昨日で猪木さんの10カウントゴングもやりましたし、気持ちをですね、新たにまた新しい新日本プロレスを見せていきたいなと思います。岡田選手、ありがとうございました。続きまして東京ドームが3度目の防衛戦となります。チャンピオン J. ホワイト選手、コメントをお願いいたします。My turn. Champion's turn, huh? First things first, how about we shout out the Good Brothers, huh? Look at those boys. Gallows and Anderson making history as always. I don't think you realize how big of a moment that is, huh? Look at that. You remember a little bit while ago, earlier this year, you can go back and find it. I talked about my vision for Bullet Club and how we're going to take over the world and expand to all the different companies. And, well, would you look at that? We've done just that, just like I envisioned. It's always a part of the plan for the catalyst of professional wrestling. You want to go first? You have your own microphone? Oh, okay, you go ahead. じゃあチャンピオンがコメントをする順番になりましたので、一つコメントつけさせていただきますが、まずはじめにギャローズとアンダーソン、歴史を作りました。大変ビッグモーメントです。バレットクラブのリーダーとして、私が数年前に思い描いていたようなこのユニットの拡大、これが現実になっています。What else? Because there's no question stays there. You know what? Let me talk about this man. Let me address this man. So I'm still a little bit confused as to why last night his match against the monster Jonah, I'm still a little bit confused as to why that wasn't for the right to challenge me for this on January 4th at Wrestle Kingdom. It doesn't make any sense to me, but when you think about it, I'm also not surprised or shocked at it because, of course, this man's going to get that treatment. But you beat Jonah last night, but there was no pressure. There was no pressure. I'm disappointed in you. Usually you're the guy that steps up to the plate. You want those big moments, but this time you stepped back.
You stepped away. No pressure. He had nothing to lose. What did I say last night? I think it was Okada the coward. Kazu the coward. Not Rainmaker, the coward. Kazuchika Okada, however you want to put it. Anybody else? And now really, think about this and answer me if you want to, and you can answer me too. If it was anybody else that won the G1, would they have been able to get away with that? No. They would have had to defend that right in that match last night. And especially if it were me, you can guarantee that I would have had to defend that right. You go ahead and then I'll continue. そして、隣にいるこの No, 男 no, に really quick. Really quick. If it were anybody else, that wouldn't have been the situation. But when it's little Kazu the coward, oh no. We have to take care of him and make it as easy and seamless and risk-free as possible, don't we? I'm sorry, there you go. I had to get that off my chest, as you can see. 隣にいるこの男について少しお話ししたいと思います。実は昨日の試合が終わった後も、少し私の中では理解ができずに混乱しているところがあります。昨日の試合、モンスタージョナに対して、岡田選手勝ったわけですけれども、あの試合に勝ったからこの試合にそして自分が持っているベルトに挑戦できるというのはいささか簡単すぎやしないでしょうか。この試合に昨日の試合に勝ったから仕方がないですね。彼は会社の中でも特別扱いをされています。しかし、残念ながら彼はステップアップしているのでしょうか、それともステップバックしているのでしょうか。一切プレッシャーのない試合の中で何も失うものがない相手に勝ったからといって、このような結果をもたらしているというのは私には理解ができません。そして昨日もコメントで言いましたが、岡田カワード、弱虫岡田、G1 に優勝して 1.4 までの間にいくつかのタイトル勝利を挙げてからこそのこの大きな権利だと思っておりますが、その弱虫、小さな弱虫数をみんなが守って、そしてリスクのない方にというように楽な試合を組んでいるような気がしてなりません。 You see, the truth to it all is that you, Okada, are a coward. You are not a leader like you say and like you think and like you try to act like you are. No, I am a real leader. I lead by example. You need an example to follow? You definitely need one. Look to me. You need direction? Look to me. You need inspiration? Look to me. You want to see the heights that one can reach and how to eclipse an entire industry? You look to me. I'm gravity. Okay? With all that I say and all that I do, you are drawn to me and you can't deny it. You can't deny gravity and you can't deny me. Your turn. そして、弱虫岡田、もう一つ言っておこう。君はもうすでにリーダーという資格はないだろう。本当のリーダーとはこの私であり、もし何かこれからの見るための方向性が必要ならば俺を見てくれればいい。何かインスピレーションが欲しいならばもちろんこの俺を見てくれて構わない。そしてその高みを超越するべきにはどうしたらいいのか。すべてに関して俺を見てくれればいいお手本になると思う。俺こそがここにいる重力であり、みんな重力には逆らうことはできないのだから。And before I forget about it, I think you mentioned New York. You're going to be coming over to New York to New Japan Strong, the house that I built and currently own and will keep on owning. You can come to New York, but I'm going to be a little busy there in case you were planning on coming and seeing myself. I'm actually in quite high demand at the moment. You see, there's one man by the name of Eddie Kingston. For those of you who don't know, you can, Twitter search him. I'm sure you'll find him, I don't know, talking about the King's Road and all this Japanese history and wrestling and yada, yada, yada. I actually, he's been ducking me for a little while, you see. We were meant to have a little date, a little tango, as you will, in Las Vegas, but I guess he got some last-minute butterflies. So I, too, will be in New York, Okada, but
you know what? Eddie may not show up to where the match is going to be, so maybe I'll have to just go to his house and, maybe first, actually, I don't know his address, so maybe I'll give old TK a call and say, hey, buddy, how about you giving me old Eddie Kingston's address? So then I'll go there, knock on the door, he'll open it, I'll grab him by the scruff of the neck, and I'll take him out of there. So have fun in New York, though, buddy. そしてニューヨークという話も出ていたので、そのことについても少し触れたいと思いますが、ニュージャパンプロレスリングストロングの話かもしれませんね。ニューヨークに来る、もし来たいのならば来ればいいんじゃないのかな。でも私がその時にどこにいるかはわからないです、残念ながら。エディ・キングストンが自分について、いろいろやってくれています。彼に聞けば僕がどこにいるか分かるかもしれないけれども、ニューヨークなのかラスベガスなのか、もしかしたらラスベガスの彼の家にいるかもしれないので、私の素材を知りたければ、電話番号でも探してどこにいるか見つけ出してくれてもいいと思う。ニューヨークに行くんなら楽しんでください。ニューヨークに行くんで楽しませてもらいたいなと思います。はい。久しぶりのニューヨークなんで、僕がマジソンスクエアガーデンを前にした以来のニューヨークですかね。そんなことないか。でも J の話もだいぶ長くて、記者の皆さんも飽きてきてるんじゃないかなと思うので、エディ言ってるのはいいかなと思うんですけれども、もう次はベルトを挑戦するのは僕なんで、僕にしっかり集中した方がいいんじゃないかなと思いますし、弱虫ですか、何とでも言ってくださいよ。G1 優勝してない人には何も僕の思ってることなんてわからないでしょうね。ありがとうございます、J 君。J 君、you know 君、Very, very cute. I'm not really sure where you get off trying to tell me who or what I should be focusing on. I don't know if you realize what this means, but this means that me, not you, I am the IWGP World Heavyweight Champion. So I know you don't like it, but I call the shots around here, and you don't tell me what to do or who to focus on. You know what? If you're so worried about poor old little Eddie Kingston, then how about you go to New York? How about you call up TK? How about you get Eddie Kingston's address? How about you go and knock on his door and go, come on, little buddy, I'll protect you. Why don't we go and team up together? You guys can team up, and I'll bring a friend of mine, and you know what? I don't have to just focus on you. I'm very skilled, you know. I can multitask, so how about I handle both you and Eddie Kingston at the same time, and I'll bring along a buddy of mine too. Sounds good. かわいいコメントどうもありがとう。しかし俺が誰に、そして何に対して集中しようがお前に言われる筋合いはない。この自分の目の前に置いてあるベルトの意味がわかるか。これこそが自分自身がチャンピオンであるという証。 IWGP 世界ヘビー級のベルトの持ち主だ。いろんなことを心配してくれてるみたいだけれども、エディでも TK でも誰にでも連絡してみればいいよと。誰に集中するか、そして何に自分の考えを巡らすか。俺自身の考えがあるからお前には関係ないことだ。エディとお前両方まとめてやっつけてやってもいいんだぞ。J 選手ありがとうございました。それで You're は welcome. 写真撮影に移ります。両選手はテーブルの前へご移動ください。
it's made possible by Switchblade Jay White that G1 right can be taken, oh no, it never gets put up for grabs anymore. Kazu the coward. 以上で IWGP 世界ヘビー級選手権試合の会見を終了します。選手の皆様ありがとうございました。以上をもちましてレッスルキングダム17 in 東京ドーム第1弾対戦カード発表記者会見を終了いたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。報道関係の皆様には本日の内容につきましてお取り扱いのほど何卒よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中ありがとうございました。